こんにちは。お元気ですか？今日は10月14日の火曜日ですね。今回の動画は1ヶ月の生活費の紹介になります。先月の9月の生活費の紹介をしていきたいと思います。いつものように固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。最後にはね、1ヶ月の生活費、何にどれくらい使ってんのかっていうのをね、パーセンテージの円グラフで出してますので参考にしてみてください。今日はね、パッと紹介しようと思いますけれども、あと別途最後にですね、社会保険料の国民年金ですね。今私は毎月国民年金をつい最近から払い出したんですけれども、ちょっと前まではね、あまりにも収入がなさすぎて生活がちょっとやばかったんで、全額免除っていう形で国民年金2年ちょっとぐらいかな、払ってなかったんですね。で前ちょっとコメントとかでもその国民年金の免除についてちらっとなんか来てたことがあったので、なんとなくね免除申請できる所得、どれくらいの所得だとどれくらい免除の申請ができるのかとかね、なんかそういうのについてちらっとねちらっと喋ってみたいかなって思います。はい、ということで行ってみますね。まずは固定費から、家賃42,284円ですね。これいつも同じなのでね、特に細かくコメントはないって感じです。あとね、今回ねちょっとね編集がめんどくさいんで、いつも家賃とか言うとね、そこに赤い四角の囲いを出してたんですけども、ちょっとそれ出さずにいきますね。ちょっと見にくいかもしれないですけど、適当に聞いといてください。でその後は電気、ガス、水道料金と水道光熱費ってやつですね。この赤く塗ってあるとこですね。9月の電気代とかね、そういうのってその前月の8月のものなので、使用量の分なので、真夏の水道光熱費っていうイメージですね。電気代はね、5,890円と、前回もね6,000円くらいだったんでね、だいたい同じかなと。真夏の電気代、エアコンつけてんでね、これくらいなのかなと。ちょっと高くなる時期ではありますけれども、思ったほど高くはないなっていう印象でございます。はい、続いてはガス代3,336円。これはね、真夏のガス代っていうのはね、一番ガス代が安くなるんですけれども、時期的にね安い3,000円台だっていう感じですね。もうガス代はね、単純に暑い時期が安くて、寒い時期が高いっていうね、分かりやすい料金ですね。だから今は底値ぐらいですね、1年の中で。で冬になるとね、これが7,000円台ぐらいいくので、倍以上になっちゃったりするんですよね。ちなみにですね、このガス代は私は地方に住んでるのでプロパンガスです。なので都市ガスとかだとね、もう基本料金が全然違うんで、もう本当にね、同じような間取りで同じような生活してた東京の時に住んでた時は都市ガスだったので、全然これより安かったですね。だからガス代ってね、都市ガスとそのプロパンで全然違うなっていうのはね、あれですね。あとですね、こう地方に来てみて、そっかって思ったんですけど、ガス代ってね、結構その自分が住んでるアパートの契約状況によったりとかしても違ったりしますので、どこのガス会社がもう指定されてるとか、あとはね、おそらくこの管理会社とね、ガス会社の中のマージンとかがね、いろいろそういうのもあったりとかするのもあって、その同じエリアに住んでてもちょっと割高な、ここの賃貸住むと割高とかね、そういうのもあるなっていうのを知りました。はい、では続いては水道料金3,570円って書いてあるけど、これはね1ヶ月換算の金額ですね。水道料金支払いは2ヶ月に一遍なので、これは6、7月使用分が7,140円だったので、それをね半額を1ヶ月分としてね、ここに載せております。はい、では続いて携帯電話
が1082円、Wi-Fi が5368円ですね。ちなみに携帯は楽天モバイル、一番安いやつで、ほとんど家にいるので、Wi-Fi は Wi-Fi にいつもつないでんのでね、もういつも最低の料金しかかかってないっていう感じです。で Wi-Fi はソフトバンクエアですね。そろそろね見直し考えようかなっていう感じですね。来月11月ぐらいでね、Wi-Fi のその機種代っていうのかな、機器代金が払い終える年月になるので、そろそろ見直しを考えてもいいかもなって思ったりしております。ということで固定費、合計で6000じゃないや6万1530円でしたね。水道光熱費がね、ガス代が安いっていうのもあってそんなにかからなかったんで、6万ちょっとっていうことで安い方かなっていう印象でございます。はい、では続きまして変動費ですね。これもパパパッといっちゃいますね。食材費、自炊をする上で買った食材費なので、外食とかおやつ代とかそういうのは入れてないです。それで1万4000いくらって今回結構安いですね。だいたいね2万円くらいが目安なんですけれども、なんか今回はたまたまストック食材を買わなかったっていうのもあるのかもしれないですね。お米とかもあんま買わなかった気がするし、そんな感じでなんか今回安いなと。で続きましてその下のお菓子代ですね。ちょっとね今回お菓子代多かった。これはねお菓子代っていうか娯楽食いをした金額ですね。体の生命維持のためとか空腹を満たすためとかじゃなくて、趣味娯楽快楽のために食ったお菓子代です。だから基本的にはあんまり体に良くないものを食べてるっていう印象っていうか状態になってるので、ここのねお菓子代は基本的には3000円以内に収めたいなっていうのがいつものあれなんですけども、今回はちょっといっちゃったって感じです。ただこのお菓子代の中にね、夏の間はね私炭酸水も入れてるんですよね。炭酸水って特に体に悪いっていうことはないじゃないですか。よっぽどねおかしいぐらい飲みまくったら悪いかもしれないですけれども、でこの炭酸水をね1604円分炭酸水が入ってるので、実質お菓子代はね2569円とかなんですよね。なのでOK っていう感じでございます。はい、続きましてその下コーヒー豆代ですね。2ヶ月に1遍ぐらい買ってるかな。コーヒー豆ね。はい、なのでこれは別に普通っていう感じ特にコメントないですね。はい、で続きまして生活用品が1537円。これもね生活用品って買うときはストックでねドカッと買ったりとかするんでね、シャンプーとかそういうのとかね、今月は少ない方だったかなって思います。高い月だと8000円くらいいったりするんですけどね。はい、でその次医療健康、2950円。ここね毎月0円のところ今回ちょっと金額が入ってるのは、私ヨガマットをね買い替えたんですよ。でこれなんか医療健康になんで入れるのっていうふうに思うかもしれないですけど、このヨガマットはね私にとっては健康維持のために必要経費みたいなもんなんですよね。で予防医療代みたいなイメージもあるので、そんなにねヨガとかも好きじゃないんですよ。ストレッチとかもそんな好きじゃないんですよただね一応こう肩こりとかね、そういう骨格とか腰痛とかね、そういうのを整えるっていうコンディショニングの意味で毎朝少なくとも朝ヨガは毎日やってて、でたまに気が向いたらお昼とか夜とかにちょっと体調とかね腰痛とかを治すために腰痛改善のためのヨガをやったりとかしたりするんですけれども、そういう時にねもうずっとヨガマットがね結構もう何年くらい使っただろ
もしかしたら10年ぐらい使っちゃったかも。10年使ってないかな。でもね、8年ぐらいは使ったと思います。結構ねボロボロになってきてて、ちょっと買い替えたいなって思ってたんですよね。あと結構ね、今までお手軽なヨガマットを使ってたんですよ。ニトリで売ってたやつでもまあまあ良かったんですけどね。まあお手軽なやつで使ってたんですけども、それがね結構滑るんですよね。で、私フローリングの上にヨガマットを敷いてやってるんですけども、滑るっていうのは自分の体が密着する部分の方じゃなくて、マットと床の部分がこうツルツルっとヨガマットがねこう移動しちゃうんですよね。こう滑って、そうすると結構こうヨガの結構ちゃんとしたヨガっぽいのをやったりポーズとか取るときにこうずれるんですよね。でそれがそのポーズとか動きとかによってはそのベッてこう床がこう横にずりってずれるんで、立ちながらとかね、その時にこうおっとっとっていうこう重心を取り直す時に結構ね腰が痛い時結構それが辛いんですよね。腰が痛くなかったらよって感じですぐバランスを取り直して、おっとっとだったなっていう感じになるんですけども、急に滑ったりとかすると腰が痛いとそれを支える時すごくこう痛いんですよね、腰が。なんか例えば外とか歩いてても特に冬とかね、この排水溝の上の鉄の網のとことかあるじゃないですか。あそことかってちょっと坂道降りてる時とかにそこをこうスニーカーとかでもねこう踏みしめるとそれがつるって滑ってずりってなったりとかすることあるんですけど、そういう時よってこう体をこうバランスをこう戻してこう転ばないようにこう音ってやる時に結構腰が痛かったりするんですよね。もういっそこのまま転んでしまった方が良かったかもって、この0コンマ何秒ってちょっと思うぐらいまあそれに似てるっていうね、まあどうでもいい話になっちゃいましたけど、とにかくねヨガマットを買いました。で Amazon で買ったんですけども、まあねお手軽の1900円ぐらいのにしようかなとも思ったんですけども、レビューとか見ていろいろチェックした結果ね、多分ね2000円以内のそこそこお手軽なやつは多分ねこの滑り止めが弱いだろうなっていうのがあったんですよね。で多分ねこの3000円以内の2000何百何十円とかね、今回の2950円とかそれくらいになると結構滑り止めがちゃんとしてるっぽいね印象だったので、今回はねそれにしました。で実際買ってみてね、全然違うわ、すごいいいわ滑り止めがと思ってそうそう、それだったら最近はやってないですけど、このエクササイズとかでちょっと上で結構動くやつとかでもズリズリってこうずれなくて使いやすいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしました。そういう感じでね健康維持とかのための必要出費なのでね、これは医療健康のところに入れたよっていう感じでございます。はい、では続きまして外食カフェですね。これも久々に入りました。お金が1200円、もう数ヶ月0円だったんですけどね、これはカフェに行ってきましたね。カフェでお茶する。私もねずっと引きこもり生活してたんで、そこからここ最近はねちょっとずつこう元に戻っていこうっていう風な意識があるので、用がなくても月に1回は外で外食したりとかカフェでいっぱいお茶したりとか、そういうのをしようって決めてるので、ちょっと気が進まなくても極力月に1回は外で外食かカフェに行こうって思ってるので、先月はね9月はねちゃんとそれが実行できてよかったなって思います。今月もね1回必ず外食とかねカフェに行くようにしたいなっていうふうに思います。はい、で続きまして交際費交通費は引きこもりらしく0円安定の0円で、次娯楽レジャーがねお金が今回入ったんですよっていうか使ったんですよみたいな。もう私の場合ねこの外食カフェ
以降下の部分は逆にお金を使ったらよっしゃっていう感じなんですね。この引きこもり生活からリカバリー中ということでございますので。で今回の娯楽レジャーはですね、前の動画でも言ってましたけど本ですね、小説商い正伝金と銀のね特別版が出てたのを最近まで気づかなかったんで、その特別版の上下の2冊文庫本を買いました。なのでねそれを楽しく読めて楽しかったなっていう話ですということで娯楽レジャーも入ったし、そしてなんと今回は美容衣類もお金が使ったっていうことでね、もういつもはねここ外食の欄から0000って4つ0がつながってるのが普通だったのが、今回は人並みらしい生活をしたなっていうので頑張ったな私っていう感じです。でこれはね美容院代なんですね。美容衣類のところね8650円でね美容院に行って、結構美容院の中ではお手軽な方なのかな。カットしてカラーリングしました。カラーリングなんてね1年9ヶ月ぶりにしたんですよ私。それくらい髪の毛ほっぽっといたんですね。もう無法地帯でちょうど白髪も増えてくる頃だったんで、ちょっとね見目的にはねちょっとね悪かったですねそれが人並みの髪型にここ最近戻りました。そんな感じで美容院にも行ってすっきりしたよっていう感じでございます。ということで今回の変動費は37,775円でございました。食材費がなぜかあんま使わなかったのでね今回はそんなに高くはなかったのかな。でも普通ですね。いや普通でもないな、高いんだわそっか、美容院とかね本買ったりカフェ行ったりとかヨガマットとかね、いつもこの辺全然お金使わないところが結構使ってるので、だからいつも使わないこの医療健康から下の部分で合計14,340円だからそっか、ちょっと今回は高かったのかですねということでございました。はい、では続きまして社会保険料ですね。国民年金17,510円高国民年金で高いですよね。後でねちょっと免除についてお話ししたいと思います。今はね普通に国民年金毎月払っております。では続きまして国民健康保険ですね。12,700円。これもね高いなって思うんですけど、ただ一般的な国民健康保険払ってる方の中では安い方のはず。だって私去年のね所得が100万くらいなんですよ。100万ちょっとぐらいかな。なので100万ちょっとくらいしか稼いでない人でも毎月これくらい、毎月っていうか年に10回なので12万7,000とかかなっていうことなので結構高いですよね。病院とか全然かかってないし病気とかもしてないんで、それでたった100万ちょっとしか収入がない人がねこんなに払ってるというねほんとちょっとねここはねちょっとおかしい部分かなっていうふうに正直思っております。日本の医療制度ねちょっと疑問に思うところが多いのでね、もちろん必要な方にはねそういう相互扶助としてちゃんとお金が行き渡るようにはなってほしいですけれども、ちょっとそこを保険で賄うのはどうなんだろうっていうねのがいろいろあったりとかそういうの思うんですよねちょっとこれで話が長くなっちゃうんで、ちょっとこれくらいにしとって、社会保険料はねそういう感じで毎月同じ金額です。3万飛び210円でございました。はい、ということで、これで全部言ったので1ヶ月の生活費の総合計ですね。はい、総合計は12万9,515円でございました。はい。で、そうだ、円グラフですね。円グラフはこんな感じですね。
毎月ね同じような感じではあるんですけども、今回はねちょこちょこっとねこの美容衣類、美容院代ですね、あと娯楽代とかね、そういうのがちょこちょこっと入ったなって思います。お洋服とかもね全然買ってないから、そういうのを買っちゃったりとかするとね、ここが一気に半分くらい洋服代になったりとかするんでしょうけど、もう私はねこの4年半この生活に入ってきて、こっちに引っ越してきて4年半ほど、もっと経ったかなですけれども、基本的には洋服とか全然全く買っておりません。靴下とかね、下着とかね、パンツとかね、そういうのは消耗品なんで、そういうのはちょこちょこっと買いましたけども、ただね、つい最近今月買った靴下は消耗品というよりも、普通の衣類っていうところに入れてもいいかなって思いますね。家で履く用じゃなくて、ちょっとおしゃれというかね、この衣服を着るのを楽しみたいっていう意味で買った靴下なので、それはね来月の生活費の中ではこの美容衣類のところに入れたいなっていうふうに思っております。はい、ということで以上が生活費でございました。はい、であれですね、この国民年金の免除ですね。つい最近までね今年の3月とか4月くらいまでかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、私ずっと免除にしてて、国民年金ずっと払ってなかったんですよ。で免除の中でも全額免除にしてたんですね。で去年の10月くらいからちょっとずつ収入が得られる生活になってきたんで、それまではね基本的には貯金切り崩しみたいな生活で全然収入がなかったんですけども、それで国民年金も免除にしてもらってて払ってなかったんですけども、今年になってね全額免除の自動更新みたいのをこれまでしてもらってたんですね。あなた今回も所得が1年間全然なかったから、あなたは今回も全額免除でOK になりましたみたいな通知が来てて、自動的に今年も払わなくてもいいんだなみたいな感じで、もちろん払わない分将来的にもらえる支給額は減るんですけども、年金のねただね免除は通ってたっていう形なんですね。それが、去年の10月ぐらいからちょっとずつ収入が増えたっていうのもあって、今年にねあなたは全額免除は承認されませんでしたみたいなやつが来て、払ってくださいみたいのが来たんですよ。で支払いのバーコードがついてるコンビニとかで払うやつとかも来たんで、それでこう普通に払い出したんですけども、その連絡が来たさらに1ヶ月後くらいにですね、今度は逆にあなたは免除できますから、これは免除申請書ですみたいな、だから免除したい人は申請してくださいねみたいなお知らせが来たんですね。だからこれっていうのは全額免除はダメだけど、一部免除だったらあなたの所得ぐらいだったらできますよっていう意味合いだと思うんですね。この時間差で来るっていうのがねまたね案に基本的には払ってねっていうことなんだろうなとは思うんですけれども、で今回私が今ね結局普通の正規の全額払ってるんですね。もう1万7510円っていう国民年金払ってるんですけども、どれくらいの所得の人がどれくらい免除にできるのかっていうのをねせっかくだからそこに入ってた紙で見るんですけれども、こんな感じですね。全額一部免除の対象となる所得基準はって書いてあるんですけども、これ興味がある方は一時停止して見てもらえればと思うんですね。でこの一番下の四角で囲ってあるこの表の部分が分かりやすいと思うんですけども、私の場合は一人暮らしで一人で生きてるので、この世帯構成のところは一番下の単身世帯っていうところに当たるんですよね。で
その右の方を見てるとどれくらいの所得の人がどれだけ免除ができるのかっていうのが分かるんですけども、すぐ右隣には67万円ですよね。年間の所得が67万だった場合はこの全額免除ができるっていうことになるんですね。ちなみにこの括弧122って書いてありますけれども、このこの表の右下の方にちっちゃく括弧内は収入額っていう風に書いてあるんで、年間の所得じゃなくて控除前とかの金額っていう意味なんじゃないかなって思います。ちょっと分からんけど、とにかくね、この所得としては67万円だから、こういろいろ確定申告するときにいろんな控除とか抜いて所得金額として出た金額が67万円よりも低かった人は、年間での所得が67万以下だった人は全額免除できますよっていうことなんだと思います。でその一つ右側に行って88万円、所得が88万円だった場合は、88万円より低い場合は、4分の3免除できるっていうことですね。だからこれも、ちょこっとだけ免除できるってことですよね。4分の1分は払わなきゃなんないっていうことなんですけども、でその右が128万円ですね、年間の所得が。でこれだと半額免除できますっていうことなんですよね。で私去年の所得金額確定申告したんで覚えてるんですけども、100万円ちょっとぐらいだったんですよ。だからちょうどこの128万円以下っていうところに該当するんですよね。だから私の場合は今回は半額免除だったらできますよっていう状態だったと思われます。だからね、今からでもね、これ一緒に申請する書類、申込書も入ってたんですけども、申請すれば私はこの国民年金をね、この1万7510円じゃなくて8000いくらとかね、そういう半額にすることができるっていう状態の所得ですっていうことだっていうことですよね。そうなんですよね。だからで最後ね、一番右168万所得がね、これだと4分の1免除になると。だから逆に言うと免除が全くできませんっていうのは、年間での所得金額が169万とかね、だから170万くらいある人はもう年金は免除できませんと。結構ギリギリですね普通に生活して実家暮らしの人とかだったら別ですけども、家賃払って、普通にね、この会社行くのに車が必要だったりとかするとね、車代とか維持費とかもいろいろあって、家賃食費、そういうね、絶対必要なお金を払って生活してたら、年間でね170万とかね、洋服とかね、そういうのはほぼ買えない。買ってもほんと島村でとにかく1200円のブラウスくらいしか買えない。しかもそれ必要だから買うとかね、それくらいしかできない感じですねそんな感じでございました。なんだろうね、これがね、国民年金をちょっと生活が苦しすぎてちょっと今払えないよっていう人が免除する時のこれくらい今免除できるなっていう対象になりますのでもし生活にお困りの方はね、最寄りの年金事務所とかね、あとは役所とかね、そういうところに相談する上での参考にしていただけたらと思います。もちろんね、ネットとかでね検索すればこんな情報すぐ出てくるとは思うんですけどね、参考としての情報でございました。ちなみにね、この国民年金の免除はね、未納と免除っていうのは違いますので、もしね本当にどうしても今払えないよっていう方はどうせ同じ払わないだったら絶対に免除申請をしておいてくださいっていうことをねお勧めいたします。
未納だとね、本当にただ払ってないだけで将来的にもらえる年金すごく減っちゃうんですけども、免除申請をしておけば、同じ払わないであったとしても将来もらえる金額が未納のパターンよりもちょっと多いんですよ。だからね、全く同じ金額払ってないにせよ、ちゃんとね免除の申請をしておくことによって将来もらえる金額それだけで変わってくるので、それはぜひしておいてください。そして未納の未納じゃないや免除申請しといたら後々からね効能もできるので、今すごく生活に苦しいけども、例えば数年後とかにね生活持ち直して普通に生活できるようになったと、そこからコツコツ今まで払われなかった分を一部ずつまた効能っていう形で払っていこうとかね、そういうこともできますので、実はね私もねちょっとそれ計画してるんですよ。効能のちょっとだけ払おうかなとかね、ちょっとずつ今ね普通に生活ができるようになってきたので、ちょっと安定はしてないんですけど、毎月その収入がばらつきがあるので、効能しちゃったらまた収入がまた全然なくなっちゃって、また免除申請とかだったら多いみたいな感じになっちゃうんで、ちょっと今はね考えてるところです。サラリーマンじゃなくてね個人事業主としてね今どうにかね働こうと頑張ってるところでございますので、そんな感じで効能もできるし、とにかく生活がやばくって国民年金払えねえわっていう方は免除申請をしておいてねっていう感じですね。で本当にメンタル的に病んでて、もうそんな申請とかね、そういう時って申請とか手続きとかね、そういうの脳がね疲れてるっていうか、もう無理なんですよね、そんなの考えるの。もし頼りになれるご家族とかね友達とか助けてくれそうな方がいたら一緒にそういうのを調べてもらって、調べられないじゃないですか、そういう時もう脳みそがもうショートしてるんじゃなくて、もう肺になってるんで明日のジョーじゃないけどもう本当に廃人になってるんで、廃人ってちょっと漢字が違うけどなのでそういう周りにね一緒に手伝ってくれる方がいたら、免除申請の手続きとかをね、手続き自体は大したことないんですけど、メンタルがいっちゃってる時はそんなこと絶対できない状態だと思うので、そういうのをして一緒に手伝ってもらったりとか、それができない場合はもうしょうがないけどねそうそう、私もちょっとできないぐらいではあったんだけど、なんかたまたま役所にどうしてもその手続きしなきゃなんないめんどくさい手続きに行った時に役所側の人から勝手にオファーしてくれてやりますかって言われて、はいやりますみたいな感じでなんかサクサクっと決まって全額免除になっちゃったんで、そうそう良かったかなっていうふうに思っております。ということで1ヶ月の生活費でございました。というわけで、生活費のことを喋った後ね、ちょっとお昼ご飯を作って食べたりしてたんですけどね。で今食べ終わってでへーってしてるとこなんですけど、この生活費のその金額もね、やっぱここ 1,2 年物価が上がったっていうのもあってね、全体的に結構上がってきたな、そんなすっごい上がったってわけじゃないんですけど、上がってるなとは思うんですよね。私の生活費ってね、本当衣食住のミニマムな内容なので結構分かりやすいと思うんですけれども、食費ですよね。なんか食費はね、やっぱ普通に同じもの買ってても上がってくるなとは思ってたんですよね。ここ 1,2 ヶ月はなぜかあんまり食費高くなかったんだけど、それなんでかちょっとよくわかんないんですけどね。
あれかな、プロテインとかオートミールとかを最近買ってないからかな。プロテインはもうスポーツジム行かなくなってから買うのやめちゃったし、オートミールもね、昔はよくオートミールバナナココアパンっていうのをね、おやつのために結構買って手軽にできるからね、タンパク質も取れるし低糖質でっていうやつをよく食べてたんだけど、なんか最近それもなんとなくこう作るのがめんどくさくなっちゃって、めんどくさいってほどじゃないんだけど、そういうのもこう自分の中で流行りってあるじゃないですか。多分またそのうち作ると思うんですけど、最近は普通にさつまいもとかバナナそのまま食べるとかね、そういうのが多いかなって思いますね。ただあれはね、プロテインとか入れてオートミールもだけどタンパク質がね結構取れるおやつなので、また作ろうかなとは思ってるんですけど、そういうストック食材、プロテインもオートミールも高いからね、結構そういうのを買わなかったからなのかな、ちょっとわかんないですけど、そんな感じで生活費、物価が高くなると、やっぱり食費とかね、前より同じもの買うにしても少しグレード下げてこっちにしようかなとかね、そういうのを考えちゃうと思うんですけど、何よりお米がねすごく上がりましたよね、ここ1年で。気がついたらお米は高級品になっちゃって、昔はね、お金がない人はお米白飯になんかこうふりかけかけてとか、白飯に塩ご飯とかねお金がないからご飯しか食べれないなんて言ってたくらいですけど、今はお米自体が高いから、小麦粉生活になっちゃうのかな、本当にお金ないとね。そんな風にいろいろね、そのお金っていう部分でもここ1年2年でいろいろ変わってくるもんだなって思ったりしましたね。もういろんなものが全体的に値上げしてますよね。なんか最近ちょっとねって思ったのはアマプラですね。アマゾンプライム。なんかちょっと前からアマプラ見るときに映画とかね、CM が入るようになったじゃないですか。CM を見終えないとこう本編が見れなくて、その CM が見たくない人はこちらのさらにお金が高いプランの方に変更してくださいみたいな誘導になってるんだけれども、なんかそこまでしてアマプラの内容を見たいわけじゃないしなみたいな、そこそこ安くてで1ヶ月全く見ない日もあるけど、たまにいいのがあると見るし、あとは単純に配達とかでね、即日配達とかもあるから、それあんまり別に必要ないじゃないんだけど、そういうお手軽だからっていう理由でね、アマプラに入ってたんですよね。もしアマプラでもっと高い料金を出すのであれば、ちょっと別のサブスクのね、映画とかアニメとか見れる別のサブスクの方がいいかなっていう気がしちゃうんですよね。アマプラって本当に月に500円、500円だと思ってたら最近は値上がりしてて600いくらとからしいですね。ちょっともう自動引き落とし、年間の自動引き落としにしてるんでちょっと分かんないですけど、だから場合によってはアマプラ解約してなんか違うサブスクにしてもいいかもなーなんて思いましたね。本当にね、CM がね、これ絶対見るって決めてるやつだったら CM くらい見てもいいんだけど、結構ああいうの見るときって最初ちょこっとこう最初の何分とかさ、そういうのちょっと見てチラチラとポイントをこうチラ見して、これ面白そう、これ見ようみたいに決めるじゃないですか。だからそういう風にいろんなやつをチラ見できないんですよね。もうコマーシャルで1分とか待たされたりとかすると、もういいわ、アマプラ見なくていいわ、 YouTube 見ようみたいな感じになっちゃうんで、そうするとそのアマプラの映画とかドラマとかね、そういうのをちょっと見ようかなって思う気持ち自体がもう起きなくなってきちゃうんで、そうするとアマプラのサブスク代とかね、ちょっともういらないかなって、アマプラ自体やめようかなっていう感じになっちゃいますよね。
なんかね、ある程度高くてもそれが内容的にねすごくこういいもので、しかも自分も結構そこそこ見るとかだったらね、違うサブスクのやつの方がいいだろうなって思ったりしますね。もしくはそういう有料のその配信サービス、動画とか映画とかねじゃなくて、また別のねこうサブスク娯楽的なねやつにするとかね、そういう考えもあるのでね。一番嫌なのは全然こう使わないし見ないのに払ってるっていう状況が一番嫌ですよね。だったらある程度高くても自分がお気に入りで見て楽しい、役に立つっていうものに入ってた方がいいなって思ったりしますね。そんな感じで今の生活の中の生活費の中でちょっとこのお金はって思うのが最近はアマプラかなっていうふうに思いました。あとね、逆にちょっと欲しいかな、買いたいかなって思ってるのは、前からちょっと思ってたんですけど、お米の精米機ですね。私基本的に玄米食べてるんですけども、でもたまに白米とか食べたいんですよね。白米とか、あとは三分好きとか五分好きとか、その時の体調とかによってね。あとやっぱりね、体がちょっと弱ってる時とかってね、玄米とかじゃなくて白米の方が消化にいいから、白米とかをね自然に食べたくなったりするんですよね。でもそういう時ね、白米とかを別途買ってたりとかすると、やっぱり2キロぐらいからしか売ってないんですよね。1キロもたまにあるかな、ないかな。でも2キロいらないんですよね。たまに食べたいっていう感じなんで、1キロあれば十分で、なんだったらこう500グラムぐらいでいいわけですよ。でこう2キロとか買っちゃうと、やっぱりね精米してから時間経つと味も落ちるし、やっぱりねあんま長くこう置いときたくないから、そこそこ白米を食べなきゃみたいな感じになっちゃうんで、こう食べたい時に食べたいだけ食べるっていう感じじゃなくなっちゃうんでね。私は基本ベースは玄米食べてて、たまに今日は白米食べたいなっていう時に食べたいっていうぐらいなんでね。そう考えると体調とかね、あとは気分とかによってその精米度合いを変えられるその精米機、一人用のこうちっちゃい1回分とかを都度精米してくれるやつね、多分1万から2万くらいで売ってると思うんだけど、そういうのが欲しいなとは思ってるんですよね。だからそれをどれくらい使うかとか、そのお金を払った分のパフォーマンスを得られるかとかね、そういうのを考えたりとかただ健康とか食とかね、そういうのに関する部分にはある程度お金をかけてもいいと思ってるので、しかも日常のことなんでね、そこは大事な部分ではあるからなとは思いますね。そんな感じで、ちょっと最近欲しいものは精米機どうしようかなっていう感じでございます。ということで、そんな感じですかね。なんだろう。ということで、それではまた。